この絵はですね、ラスコーの壁画を猫ちゃんたちが探検をして、それを発見して喜んでいる様みたいなことになってて、でそれぞれいろいろ真面目にマップを見て、この位置かなこの位置かなってやってる子たちがいたり、そこでよく新聞とか広げると猫ってその上でのたうち回ったりするんですけど、そのちょっとふざけてる子もいたりとか、そんなこの子たちはなんか見つけて喜んでたり、記念写真じゃないけれど発見した時の様子を描いてます。主に、動物たちが戯れて遊んでいたりとか、絵を描いていたりとか、そういう動物たちの組み合わせで物語を作るような、そんななんか絵を描いております。猫はもう私生まれた時からずっと一緒にいて、でもちろん世代は変わってますけれども、それでやっぱり最も身近なものなんですね、猫が。なのでやっぱり私自身みたいな部分もありますし、何か今表現したいものがあった時に、それをまず猫で考えてしまうようなところがあって、それで自然ともう猫で何か描きたいものがイメージ頭の中で生まれていくっていう感じがありますね。最近今年なんですけど、掛川花鳥園っていう静岡の鳥の動物園みたいなとこですねに行きまして、そこでヘビクイワシっていう見まして、すごいスラッとして背の高いスタイルのいいかっこいい鳥なんですけれど、その子なんか最近も絵に描きましたし、動きもすごく綺麗で、で意外となんか表情とかもあるような気がして、そう、この子がヘビクイワシっていう鳥で、結構日本では見れる場所少ないみたいなんですけれど、なんかすごい、あれですよね、おしゃれな感じですよね。もう羽とか、この冠のこの羽とか、この辺もなんか模様が入ってたりとかして、すごいおしゃれで。で、すごいこの子、蛇を蹴ってそれを倒して、食べるという、結構獰猛な子みたいなんですけど、その動きとかも結構激しくて、そういうのも面白いですね。この飛び上がってる子は多分この後うわーって踏みつけるポーズだったりしますね、本当は。もうこの絵では穏やかに子育てをしているようになってますけれども、実は結構そういう、肉食性の鳥なので、激しい場面もあったりして、その辺のギャップなんかも面白いかななんて。この絵に関しては、実際墨も使ってまして、これはちょっと伊藤若冲の群閣図というんですかね、群れの鶴の絵ですね。それがあると思うんですけれども、ちょっとそのオマージュ作品みたいな形のイメージで、蛇食い鷲図じゃないんですけれども、そういうイメージで、ちょっと伊藤若冲の技法に習って描いてるので、少しこの洋画の画材も使ってるんですが、技法的にはかなりこのレースみたいな描き方とかは、若冲の絵の描き方を参考にしていたり、あと松の描き方なんかもちょっと輪郭があったりとかして、日本画的な雰囲気ですね。生き物が好きだというのが大前提にあるんですけれども、生き物の絵ってすごく東洋絵画というか、日本であったり、中国朝鮮も多いと思うんですけれど、の絵画にすごく生き物テーマ、生き物主題っていう絵が結構多いなと思っていて、そういうところに興味がすごくいくようになって、でそれを模写とかするようになって、でその辺から少しずつ伊藤若冲であったり丸山応挙であったり森祖先だったりとか、そういうような江戸のすごく有名な動物画の人たちですねの絵をよく見るようになって、でその辺がなんていうのかな、その人たちの絵ってすごく動物をあれなんですよね。動物をなんか描かれる対象として見てるというよりは、結構自分たちと同等のものというか、それぞれのなんか生き物に、表情があったりとか、子育てをしてる優しそうなお母さんの顔だったりとか、こっち威嚇してる怖い顔だったりとか、いろいろあると思うんですけれど、そういう
モチーフとして美しいから描いてるよねっていう部分だけじゃなくて、やっぱり先ほどもちょっと申し上げたみたいな、動物のこのやっぱキャラクターみたいなものを掴んで、動物の個性とか、そういう部分にスポットを当てて描いてるっていうのがね、日本の古典絵画の魅力だなと。技法的なものも含めて、精神的な面でのオマージュみたいなこともすごく多いんですけれど、そういう作品を作ってます。竹内栖鳳とかの動物はすごくなんていうのかな、生きてる感じがして、もちろんリアルに描いてあるっていう部分もそうなんですけれど、それ以外にその動きだったりとか柔らかさだったりとか、なんか何考えてるのかなみたいな部分とか、なんかそういうのが書かれてるような気がして、竹内栖鳳の動物たちは好きですね。すごい猫の性格っていうか捉えてるなっていう感じで、ちょっとエピソード知ってるからもあるかもしれないんですけど、ちょっとこっちをって警戒してるみたいな雰囲気があって、あれなんか自分家のずっと飼ってた猫じゃないっていうエピソードがなんかありますよね。すごい惚れた猫がいて、惚れたっていうか、絵にしたい猫がいて、それをもらってきて描いてるっていうようなことを聞いたんで、やっぱなんかその雰囲気、そのエピソード込みなのかもしれないけれど、なんかちょっとなんか近寄ってきそうだなみたいなのをちょっと警戒してるような雰囲気に見えたりして、そういうなんか空気感みたいのとか、前後の動きみたいのが書かれてるというか、表現されてるのが、とても私は、面白いなと思って、魅力的だなと思ってます。最近はやっぱり、見た時に、楽しめる絵というかを描きたいなと思っていて、それは私自身がっていう意味でもそうですし、見た人がなんか中に入って楽しめるような、その絵の中の世界に入って一緒になって動物と遊べるような、そんな絵を描きたいなと思ってまして、なのでやっぱりその時に動物のキャラクターっていうこともそうですし、あとは空間的なものとかもそうですね。自分が入っていけるようなあの空間みたいなものがある、奥行きであったりとか、まそこに立てそうな地面があるとか、そういうことはなんか考えて、自分が参加できるかっていうのが一つの絵を描く時の基準みたいなものになってますね。ちょっと待ってください。はい、これを今ちょっとここにない絵なんですけれど、100号の絵があって、それはちょっと今はちょっと古典の会場の方にも持ってってしまってるんですけれど、その絵はさっき言った話で言うと、すごく中に手習いの間っていうタイトルの絵なんですけれど、手習いの間は徳川家康が捕虜になってた時に勉強させられてた部屋っていうことらしいんですけれど、そこをちょっと見に行く機会があって、でそれでそこのところをちょっと思い出したりしながら参考にして描いた作品で、ちょっとここで勉強してる寅さんがいるんですけど、よく見るとこの勉強してる寅さんはここに多分お手本の竜がここにあるんですが、下でこっちのなんか猫の落書きをしてて、それが多分竜に見つかってあーってなってるみたいな、そういうなんか中に入って楽しめるっていう意味ではすごくいろんな遊びが描けたので、そこが良かったかなっていう、ちょっとね開いて中に入っていけるような感じもあったりとかして、その辺がすごく気に入っている絵ですね、これは。画材は西洋絵画の技法の時と日本絵画的なものの技法の時とでちょっと異なるんですけれども、基本的には画面の多くの面積を占めているのはこの、アクリル絵の具ですね。この比較的容量の大きいのを使っていて大胆に使えるようにと思ってこんな大きいのを使ってます。これはマイメリっていうところのやつで、非常に量が多く 200ml ということなんで、これで失敗を恐れず大胆に絵を描くということを気にしながらこれを使ってやってます。色数的にはそんなに多くなくて、赤、青、黄色それぞれ明るいくらいで2色ずつとか、あとはちょっと白多めに持ってるとか、それぐらいの感じで色数はそんなに多くなくて、それの混色で描くようにしてます。で
日本的な技法の時にはこの墨を実際吸って使ってる時もあります。油煙木と清少木って2種類使ってるんですけれども、あと大事なのは筆だと思うんですけれど、筆は基本的には私日本画の筆と西洋絵画の筆、それもやっぱりどっちも同時に使っておりまして、こういうそうですね、この豚毛のこれは名村さんの筆になるんですけれども、豚毛のこういうもので大胆に描くときは最初描き始めまして、でだんだん仕上げで表情を決めていったりとか、猫の毛並みを描いたりするときなんかは、こういう細い面相筆ですね、すごい先端が尖ってるこういう細い筆、こういうのを使っております。あとは最近お気に入りで使ってるのは、これですね。これもまた名村さんの筆になっちゃいますけど、大勢と光線っていうこの筆がすごく張りがあって思った通り言うことを聞きやすいので、この2本の筆を結構書き込み用毛並みであったり表情であったり柄とかそういうところの書き込み用にはこの辺を多用して書いてることが多いですね。墨汁で書いてた時期もあったんですけど、和紙とかに書くわけじゃないので定着が弱いんですね、墨汁だと。だから実際自分でするようになりました、墨を。この方が画面への定着力が強いです。墨で猫ちゃん、黒猫を描いていこうかなと思うんですけど、猫のこの柔らかいフォルムみたいなものを捉えたいので、ちょっと最初この割と柔らかい筆ですね。これでしなやかにシューッと全体像を描けるのが理想です。うまくいくかはちょっとわかりませんが。まずちょっと薄い墨から始めてます。後でだんだん濃くしていきます。私の場合はこれは和紙に書いてるわけではなくて、和紙だったり絹本に書いてるわけではなくて、木の板に下地を塗ったものに書いているので、墨が多分普通の日本画の方たちとは違う伸び方をするんじゃないかなと思います。動かせるんですね。この書いた後に結構これが普通和紙だとそこで定着すると思うんですけれど、それをそのままぐーんとつまり染み込まないのであんまり。それがちょっと普通の日本画の方のと違う部分かなと。猫のこの背中の柔らかい形なんかをギューンと描いていって、猫のこのあれですね、背中ですね。ここは猫の背中。尻尾も描こうかな。こっちが後ろ足で、こっちに尻尾描こう。でちょっと顔の中も一旦潰しちゃいます。顔こっち振り向いてるように描こうと思うんですけど、一回潰しちゃいます。猫のこの丸みだったり柔らかさだったり、その辺が描けるといいのかなと思ってまして、あとはやっぱり最終的には表情っていうのは大きいですよね。目は後でこの場合はアクリル絵の具でちょっと目を後で入れていきます。その目の表情なんかがとっても重要ですね。でも結構もう、黒猫だ。ちょっと
少し乾いてきたら濃い墨で毛並みをちょっと入れていこうかなと。こう筆先をこうやって割ってあげるとこう毛並みになりますね。このもちろんアクリル絵の具でも描けるんですけれど、例えばアクリル絵の具の黒だとすごくなんだろうな、味気ないですし、墨だとこのなんか濃いところ薄いところのこの味みたいなものもあるし、あと塗りムラみたいのとかもこう表情につながって、なんか動物って基本的にはこうまあ有機的なものというかだと思うので、そういう塗りムラみたいのとかもかえって面白いのかなと思っております。なんで割と黒猫描くときは黒猫メインで描くときは割とこう濃い墨とかを使って描くことが多いですね。今はこれ面相筆ですね。顔の表情に入ったのでちょっと細かく描ける面相筆で描いてます。今イメージしてるのだと、この後ろにこうまあなんて言うんだろう、足みたいなこういう縦のこう形の植物でもこう描いて、まあカキツバタ図とかああいう感じのこうまあ縦側にこう生えていく植物後ろにこう描いて、でカキツバタだったら水辺の植物なんで、まあカワセミとかそのあたりを頭かな、ここかな、ここの方が面白いかな、ここら辺にカワセミ止めてこう猫ちゃんとこうカワセミがアイコンタクトしてるような感じになったら面白いかなと今思いながらやってます。で、墨の上に私はこれもうアクリル絵の具で描いてます。で、まあちょっと明るい色描いちゃったんですけど、乾く前にちょっと影を入れて。虹彩っていうのかな、目のまあ猫でいうところの白目みたいに見えるところですねのところにちょっと今影を入れて自然になじませてます。うん。よしよし。乾いてからもう一回濃い場所とかをやりたいので、もう一回やって、で、あと、背景の方が意外と多分時間かかったりすると思うので、背景もうちょっと、もう少し取り組んで、で、あと、背景にかかる形でヒゲが入るので、そこからそんな最後にヒゲをちょっと描いてっていう感じですかね。だからまああともう数時間頑張って多分あと2、3時間とかやるとそれなりに形になるかなと思います。
この辺の子たちはかなりモチーフになってくれてますね。これがシュライヒっていう。ただ一番リアルな動物のフィギュアをおもちゃ屋さんで手に取るとシュライヒっていうところのやつだと多分思います。モデルにしててやっぱり写真だとこういう一通りの見方しかできないのが、まあ、こうやって回して見れるということですね。それによってちょっとだから絵の視点が少し上からの視点だったらこれぐらいから見ていかなきゃいけなかったりするっていう、まあ、背中側を見なきゃいけなかったりするんだけれども、それって、まあ、今は結構ね 3D でいろいろ出せたりもしますけど、まあちょっと実際に自分の手元にあって見て描けるっていうのがこのフィギュアを持ってるメリットかなって思ってます。あとはまあ単純に動物好きなんでこういうのたくさんあると面白いっていうのもありますけど。そうですね。もともと、まあ、絵が好きだったっていう大前提があるんですけれど、で、一方で生き物も好きで生物学というか、まあ、構造生物学っていうのを学ぶために、大学院で、まあ、行きました。で、その大学院に行っていた際に、あの、構造生物学っていう名前だけあって、構造を勉強するものなので、形をまあ、勉強してるから、人に見せるときに口で言ってもわからないから、形を何かで見せなきゃいけないんで、絵で私は描いてたんですね。普通は CG みたいのが、ソフトがあって、それで作るんですけれど、私はそれを手書きで描いて、説明とかしたりしてたので、で、それが、大学の教授が比較的、芸術とかに理解になる方だったので、音楽やってるっていう方で、ミュージシャンになりたかったけど、なれそうにないから大学教授やってるっていう、まあちょっとそういう方だったんで、で、理解があったので、それで、まあ、生物学その構造生物学の資料を私が手で書いてるのをすごい褒めてくれて、それが仕事に結びついたんですね。それがイラストの仕事になりまして、実験医学っていう雑誌で1年間私イラストの連載しました。でそれが初めて絵が絵って意外と世の中の役に立つことあるんだなっていうのが気づいた最初のきっかけでした。よいしょ。これとかもこれはもう本当に説明のための絵ですね。もう無機質なんですけど、ちょっと、よいしょ。これ出したらこれが出るか。これはなんかダリみたいな感じ。で、そのあたりで、私がちょっと本格的に絵を勉強しようかなと思って、カルチャーセンターに大学院の時代に行くようになりました。で、大学院の最後の半年間、カルチャーセンターに通って絵をその佐々木豊先生のもとで勉強しました。その後まあ理系だったので普通にこうまあ会社メーカーに勤めるようになったんですね。絵を描きながら5年ほど勤めてっていう形で仕事をしたり絵を描いたりしていて、でその最後の年に昭和会賞っていう日動画廊の大きい賞を受賞しまして、でそれで仕事をまあ辞めました。うん、そう最後の年はもう本当に忙しくてずっと海外出張でインドネシアとかに行って絵がなかなか描けない環境の中だったんですけど、正月休みとかにこう集中してバッて描いた絵を送って昭和会賞いただけて、もうこれはもうラッキーじゃないけれども本当にこうまあなかなかない巡り合わせでこのタイミング以外ないなっていうので決心つけて、もう絵一本にしようというふうに決めました。でそれからはその日動画廊が昭和会賞をくださったので、その日動画廊を中心にいろいろ個展をしたりとかまあグループ展に出したりとか、いろいろそうですねそこからそれ以外でもまあ海外に出したりとかっていう形で今に至っているという形です。大学でイラストの仕事をした際には構造生物学っていうものの絵だったので、もう本当にちっちゃいものを描いててDNA とかタンパク質とかそういうものの構造を描いていたので目に見えないものでした、その時代は。なので
こうDNA ってこう二重らせん構造とかこうありますね。でそういうものがなんかもっと複雑にこう細胞の中で絡み合っていてみたいな、そういうのがなかなか目でも見えないし、観察でも今はちょっともう分かんないんですけれども、私の時代にはまだ顕微鏡でこうやって見て分かるっていう時代ではなかったので、それをイメージとして実験結果からおそらくこうなっているであろうっていう絵をこう描いてました。でそうすると共通の理解ができますよね。私はこう思ってるっていうのが絵になってこう現れてくるので、見てる人はなるほどこう思ってるんだっていうのが分かりますよね。でそれの伝えるための手段だったので、その時は動物とかではなかったです。当時そういう見えないものを描いていたっていう経験は今も現実では見たことのない風景であったりとか見たことのない組み合わせで絵を描いているので、それがもっともらしくそこにあるように描くっていうことでは基本的な技術は共通してるのかなって思いますね。写実的にその見たものを描くんではなくて、自分の想像で私はこうだと思うよとかいうのを絵で表すっていう意味では同じことかなと思ってます。基本的にはそうですね。やっぱりもともとそういう実験したりするのが好きなので、いろいろこの画材とこの画材組み合わせたらどうなるんだろうっていうようなのを結構いろんな実験をしていて、でそれでこれとこれ組み合わせたらまずいなとか、これとこれ組み合わせると発色が綺麗だなみたいのを結構もう本当に理科の実験みたいに対象実験じゃないんですけれど、1から10までこう絵の具をこう番号振って、その1から10まで全部こう同じ状況同じ環境で描いて、でこう発色どうかとかっていうのをこういろんな組み合わせで1から10が2個あって、それをこうその組み合わせでこうどうなるかなみたいなこととか、そういうようなことをねやってたので、その辺は自分でいろいろ自分の中で最適なものっていうのを見つけていってます。墨でアクリルのパネルに描くっていうのも基本的には多分推奨される技法ではないと思うんですけれど、それもちょっと工夫することで今は非常に便利に私は描けていて、また水墨画とはちょっと違った雰囲気にはなるんですけれど、その辺も自分でいろいろ試行錯誤しながらやってます。科学的なその組成とかっていうことよりは、姿勢としてトライアンドエラーでやっていくという実験をして、これはダメだった。で、次はこっちにしてみようっていうような意味で言うと、すごく望む姿勢がすごくサイエンスに近い部分はあるような気がしますね。だから毎回書いてったものが、ちょっとね、やっぱり結果が抽象的なんですけど、これは成功した、これは失敗したっていうのがね、明確にわからないので、抽象的ではあるんですけれど、自分の中で消化して、それはこの時こういうふうに取り組んだのが良かったのか悪かったのかっていうのは検証して次回に生かすっていう態度、その態度そのものは近いですよね。うん。私の絵っていうのは、なんか自分がまず楽しいというのは、これはなんだろうな、もう説明できないものですよね。あんまり言葉でも説明できないし、理論でも説明できないんだけれども、私が書いて楽しいっていうことと、で、それが楽しいと思える人って全員じゃないにしても、ある程度やっぱり同じように楽しめる人っていると思ってて、それができればいろんな人に共感できるような絵、いろんな人が楽しいなと思える絵、それはね、描きたいなっていう意識はありますね。